さて、今回は微量栄養素というテーマでお届けします。私たちの健康に絶対欠かせないものなのに、結構見過ごされがちなんですよね。この小さな栄養素が私たちの体にどれだけ大きな影響を与えているのか、その知られざる世界を一緒に覗いてみましょまずいきなりですが、ちょっと驚きのデータから見ていきましょうか。なんと、アメリカの女性の実に3人に1人が少なくとも1種類の微量栄養素が足りていないっていうんですよ。これ他人事じゃないかもしれませんよね。さて、そもそも微量栄養素って一体何なんでしょうか。その大切さがどうやって分かってきたのか、ちょっと歴史を遡ってみるとすごく面白いことがわかるんです。はい、微量栄養素っていうのは具体的にはこういうものですね。ビタミンとかミネラルのことで、体の中では作れないから食事から取るしかないと。量は本当に微量でいいんですけど、その役割はもうとてつもなく大きいんです。人類が恐ろしい病気と栄養不足の関係に気づくのには本当に長い時間がかかりました。例えば、この年表を見てください。1600年代、大航海時代には小池病でたくさんの船乗りが命を落としましたし、1800年代には却気の原因がまさか毎日食べている真っ白なご飯にあるなんて誰も思いもしなかったわけです。こんな風に何世紀にもわたる試行錯誤のもと、ようやくビタミンっていう存在が明らかになったんですね。では、科学者たちはそれぞれの栄養素が一体どれくらい必要なのか、どうやって決めているんでしょうか。ここからはその科学的なプロセスをちょっと詳しく見ていきましょじゃあその核心に迫っていきましょう。私たちが普段何気なく目にしている推奨量って一体どんな根拠で決められているんでしょうか。この基準って実は3段階で考えられてるんです。まず、集団の半分くらいの人が足りる量、これが ER、推定平均必要量ですね。で、次にそれだけじゃ足りない人が出てきちゃうので、安全マージンをプラスしてほとんどの人 97.5% をカバーするようにしたのが RDA、 これが推奨量。そして最後に、取りすぎも当然良くないのでこれ以上は危ないですよっていう安全な上限、これが UL、 対応上限摂取量です。いや、かなり緻密な基準で私たちの健康って支えられてるんですね。次にですね、じゃあ個人の栄養状態ってどうやって評価するのっていう話です。主な方法が2つあって、1つは食事から判断する方法、もう1つは体の中を直接見る方法です。で、この2つ、時に全然違う答えを出すことがあるんです。左の食事調査は言うなれば食べたものからのリスク予測ですね。一方で、右の血液検査は体内の栄養素レベルを直接測るんで、いわば現状把握です。つまり、どっちか片方だけじゃなくて、この2つを組み合わせることで初めて正確な全体像が見えてくるっていうことなんですね。では、この食事調査と血液検査、2つのアプローチで今の米国を見てみると、一体何が分かってくるんでしょうか。ここからは特にどんな人たちが栄養不足のリスクを抱えているのか、具体的に見ていきましょう。この表を見ると、特に注意すべき3つの栄養素が浮かび上がってきますよね。ビタミン D、ビタミン B12、そして鉄です。それぞれの危険因子を見てみると、ライフスタイルとか年齢、食生活なんかが深く関わってるんだなっていうのが一目でわかります。まずはビタミン D からいきましょう。これはアメリカで最もよく見られる欠乏症の一つで、太陽のビタミンなんて呼ばれたりもしますよね。確かにスライドにあるみたいに、お魚とか卵、あとは強化された乳製品からも摂ることができます。でもここがすごく大事なポイントなんですけど、ほとんどの人にとってビタミン D の一番の供給源って食事じゃなくて太陽の光なんですよ。ということは、つまりですね、冬の日照時間が短い地域に住んでいたり、肌の色が濃かったり、あるいは日焼け対策をバッチリやっているっていう人は特に注意が必要だということなんです。次に見ていくのはビタミン B12 です。この栄養素はですね、特定の食生活とものすごく密接な関係があるんです。ビタミン B12 って基本的に動物性の食品にしか含まれていないんです。なので、ビーガンやベジタリアンの方はサプリメントなんかで補うことが不可欠になりますよね。あと、年を重ねると吸収する力が落ちてくるっていうのも大きなリスク要因の一つです。さあ、そして最後に取り上げるのが鉄分です。これは特に女性にとってものすごく重要なミネラルですよね。体に吸収されやすいヘム鉄っていうのは、このスライドの肉や魚みたいに主に動物性の食品に含まれてるんですね。鉄不足の根本的な原因っていうのは、
結局のところ、体が必要とする量と食事から摂る量のアンバランスにあるんです。特に月経のある女性や妊婦さん、それからぐんぐん成長する子どもたち、こういう時期は体がたくさんの鉄を必要とするわけです。で、この鉄欠乏、実はアメリカにおける貧血の主な原因になっていて、決して軽く考えちゃいけない問題なんですよ。ここまで現状を見てきたわけですが、栄養科学は今、まさに新しい時代を迎えようとしています。最新の技術が私たちの理解をどう変えようとしているのか、その未来をちょっとだけ覗いてみましょうか。オミクス。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんけど、これは体の中を細胞レベルでももう隅々までスキャンするみたいな最新技術だと思ってください。で、この技術によって何が分かってきたかというと、これまで症状がないから大丈夫とされてきたようなごく軽い栄養不足が、実は体の中で深刻な変化を引き起こしているかもしれないってことが示唆されてるんです。この引用がそのことをすごくうまく言い表してるんですよね。私たちがまだ気づいていない隠れた飢餓の影響をこのオミクスが暴き出してくれるかもしれないと。これって栄養学の常識そのものをひっくり返すような発見につながる可能性を秘めてるわけです。最後に皆さんにこんな問いを投げかけてみたいと思います。科学が進歩して一人一人の遺伝子とか代謝レベルで最適な栄養がわかるようになったとき、私たちの食生活は一人一人に完璧に調整された真の個別化栄養へと進化していくんでしょうか。その未来、もしかしたらもうすぐそこまで来ているのかもしれません。